10月9日、北海道奥別湖近くの別荘地で私の5歳になる長女由香が失踪した。新聞は現代の神隠しと書き立てた。懐かしいだろ。何が？何がって北海道だよ。そうね。かすみさん北海道なんだよね。ええ。じゃあ森脇さん、これからもうちの別荘使ってよ。せっかく買ったんだから。でも遠いな。どちら様ですか？石山と言います。あ、どうも。できてますよ。新人ですか？見習いだけどね。おい、かすみちゃん、お得意さん紹介するか。こちら強行者の石山さん、今度入った浜口かすみです。よろしく。あの子デザイナー志望でね。へえ。でも案外真面目そうだし、そのうち経理でもやってもらおうと思ってるんですよ。デザイナー志望なんでしょ？いや、切り替え早そうだから。かすみさんでしたよね。はい。あ、こちらです。あ、石山さん、岡田さんがプレゼンの件で電話くださいって。あ、はいはい。珍しいですか？ええ、面白いです。仕事はもう慣れた？ええ。うちにもバイトあるかもしれないよ。デザイン室がないとデザイナーの勉強できないでしょう。ただしこれ森脇さんには内緒なんだけど。ならいいです。どうして？そういうの面倒なんです。でもデザインやりたくて東京来たんでしょ？はい。でも私の目的は東京で生き抜いていくことなんです。私は森脇道弘と結婚した。ねえ、いつまで置いとくつもり？はっきりしてよ。ここでその話はやめろよ。じゃあどこで話せばいいの？やめてもらうの私だって辛いのよ。でもパソコンは絶対に必要よ。このままじゃうちは路頭に迷うわ。丁寧な仕事を買ってくれる人もいるんだ、石山さんみたいに。それは減ってるじゃない。もういい。おい、請求書どうすんだよ。頭冷やしてきます。じゃあ大東アドに上がってる半下持ってってくれよ。
どうしたの？桜見に行きませんか？いいけど急だね。今思いついたの。どこが見頃かな？その時始まった石山さんとの関係は2年以上続いていた。もう行かなきゃ。俺別荘を買うことにしたんだ。どうしてそんなこと言うの？そしたらあなたとゆっくり会えるからだよ。北海道の奥別湖、川がたくさんあって釣りができる。遠すぎるわ。っていうことは女房も森脇さんも来られないってことだろ。でもすぐには行けない。うち忙しいし子供も小さいから。そっか。じゃあこうしよう。今度の連休にみんなで試しに行ってみないか。うちも家族連れだったら問題ないだろう。森脇さんには俺の方から話しとくから。あなたが言えばあの人は断れない。いいね。俺買うよ。あなたと誰もいないところに行きたい。ええ。今のがここのオーナーの家、泉さんって言うんだ。冬はどうするんだろう。寒くてどうしようもないって。そんなところに別荘買うなんて贅沢だね、石山さん。いや、いつかは住みたいと思ってるんだ。さあ遠慮なくゆっくりやってくれ。こっちよ、パパの方に行って。まだあんまり片付いてないんだけどね。あ、すいません。はい、行こう行こどうもお久しぶりです。いつもお世話になってるのにずうずうしくお邪魔して申し訳ありません。こちらこそ、もうこんなところまでわざわざどうも。う。よし行こどうぞどうぞ。お元気でした？ええ。かすみさん、もし何か作られるんでしたら遠慮なくうちの食品使ってくださいね。ありがとうございます。あ、倒れた？それ。ヒグマとか出るんじゃないですか。出るんじゃないかな。出たらどうしたらいいのかしらね。それはやっぱり死んだふり。死んだふり？ふりじゃないですか。いやいや、もう興奮してるよ。まだか。背中を見せちゃいけないっていうのを聞いたことあるわよ。あ、そうなんですか。いいよな、マジで。怖いわね。怖いですよ、やっぱり。考えてみたこともなかった。お客さんだよ。ここの持ち主の泉でございます。ご挨拶をと思いまして。わざわざすいません。奥様、この度はこんなてっぺんのところ
またこんな時期に買っていただきまして。泉さん、私です。女房ののりこです。こちら森脇さんご夫妻です。どうも。泉さん、一緒にどうですか？いやいや、私はこれで。水島。はい。どうも水島です。ここの管理人です。何かありましたら使ってやってください。それじゃどうも。さあ今度何して遊ぼうか。なんだか疲れちゃった。ちょっとお昼寝してきてもいいかしら。子供たちは俺が見てるよ。お皿は洗っておきます。すいません、失礼します。あなたも疲れたんじゃない？ずっと徹夜続きで。いいかな。すいません、じゃあ僕も充電させていただきます。どうも。何度で行こやっぱりダメ。大胆すぎる。う？我慢できない。私もよ。お腹すいた。はいどうぞ。よーしできたぞ。暑いから気をつけろよ。はい。そこだけ。大丈夫か。いいな。どこ行くの龍竜兵。はい。いただきますわ。平。いただきます。はい。行くお父さんとこ。かすみさん、何か？どういうつもり？何のことですか？分かってるのよ。よく来たね。あなたこそ。のりこさんに気づかれたわ。何も言わないで。ずっとこうしていたい。こうしていいよ。誰かいる？のりこさん、森脇。構わない。子供たち捨ててもいい。
ごめん、もうちょっと。ゆかがいないんだ。トイレじゃないの？どこにもいないんだよ。どういうこと？いないんだ。どうしたの？さっき子供たちと散歩に行ったんだけどさ、リサがおしっこって言うんで戻ったんだよ。その間にゆか一人でまた出てっちゃったらしくてさ、すぐ後を追いかけたんだけどどこにもいない。そんなバカなこと。家の中も全部見た。石山たちまだ寝てるからそこだけ見てないけど。まさか。絶対外だよ。ここにいてね。お母さんたちゆか探してくるから。ゆか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 ちゃんゆか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 どこまで探したの？泉さんの家まで行ったけど来てないって言われた。リサがトイレに行ってたのどのくらい？ 3、4分かな。行けるわけないじゃない。いないこの道一本道だろ。下っても下ってもゆかいないから。なんてことあるはずないでしょ。ごめんなさい。いいよ、その通りだ。他に誰も見かけなかったし、車の音も聞こえなかった。絶対この道にいるはずなんだ。どうしたらいいのかしら。道沿いの別荘を見て回ろう。ゆかゆかゆゆかかゆ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 かやっぱりいない。どうしたんだろう。水島さんよ。水島さんがゆかを隠したのよ。おい、水島さんゆかの手ずっと握ってたじゃない。お前。誰かがゆかを隠したのよ。何見てるの？自分の子じゃないから平気だって言うの？ルリちあなたの子はちゃんといるものね。だからそんな風に落ち着いていられるんでしょ。そうでしょ。いい加減にしろよお前。少し落ち着けよ。大体あなたがちゃんと見てくれないからじゃないの。何ですか？何のよ。何よ。奥さん落ち着いてくださいよ。こちらは駐在の脇田巡査です。状況からご説明願えますか。わかりました。どうぞ。すいません。あんたもここを知ってるでしょ。いなくなるはずないんだが。そうですね。子供の足ですからね。ここがそうですよね。やっぱりいないな。絶対見つかるから心配しないで。3日経ってもゆかの行方は分からなかった。見つかったんですか？浅沼刑事が奥さんとだけ話したいそうなんですが。
石山さんの奥さんは帰られた。ええ、皆さんは3、4日したら私は残って探します。あ、そう。何かあったんじゃないんですか？いや、死んでないんさ。上の水島にアリバイやったしね。これだけ探してもゆかちゃんの痕跡すらない。やっぱり神隠しかね。実はね、さっき道内でゆかちゃんにそっくりな子を知ってるって情報があったんだわ。どこですか？留萌郡吉来村。しかも25年前の話だって言うんだわ。あんたでないの？そうです。吉来村、故郷を捨てようと思ったのは14の時だった。あすみ、ただいまぐらい言えねえのか。しょうがねえな。欲しいことだから。まさかあんた家出に寝ないだろうね。いいえ、
ただちょっとうまくいかなくて高校卒業してから帰ってないんです。ダメでないの、親不孝したら因果が巡るんだから。石山さんとあんたできてるんじゃないかって噂があるんだけどね。誰がそんなこと。あんた本当にゆかちゃんの行方知らないのかね。どういうことですか。ならいいんだわ。森脇さんは泉さんのところに挨拶に。もう1週間よ。ゆかどこにいるの。ゆかちゃんがいなくなったのは俺の責任だ。ここを買ってあなたを無理やり連れてきたからだ。ただね、ただあなたにお願いがある。俺とあなたの関係を疑う人がいる。ちょっとでも漏れれば典子の立場が苦しくなる。嫉妬からゆかちゃんをどうにかしたかと思われる。森脇さんだって同じだ。みんなが傷つく。おしまいってこと。いや、人には何にも言わないでくれないか。ないことにしろって言うの。違う、待っててくれないか。待つって何よ。ゆかちゃんが見つかって俺が典子とのことを片付けるのを。かすみさん、待っててくれるか。待ってどうなるのかしら。あなたは今の私を助けてくれない。だったら意味がない。そうだよね。今あなたが私と一緒にいられないなら私は一人でゆかを探すだけだわ。ごめん、俺にはまだ家族がいる。リサ、疲れちゃったか。大丈夫か。うん。バイバイ。
お母さん、お母さん。こっちだよ。ゆか。ゆか。ゆか。どこにいるの？ゆか。お母さん。早く出てらっしゃい。ゆか。どこなの？誰かいる。子供たち。捨ててもいい。ひどい雨ですね。本当に。失礼ですけど、この張り紙の？森脇と言います。どうかされたんでしょうか。いつも気になってて。うちの娘が北海道で行方不明になったんです。北海道？ええ、もう4年前なんですよ。ここに住んでたんですけど、一昨年引っ越しまして。子供が帰ってきて誰もいなかったらかわいそうでしょ。毎月9日には見に来ることにしてるんです。10月9日にいなくなりましたから。何か情報がありましたら絶対電話してくださいね。ごめんねリサ。もう少し待ってて。先生とお話があるから。今日は9日でしょ。何もないよ。え？ゆかちゃんのこと先生そう言ってた。でもね、お母さん先生に聞かないといけないから。水島さん、それってどういうことですか？私の電話が迷惑なんですか？いや、そういうことではなくてですね、泉の奥様は毎月そちらから電話が来ますと責任を感じておつらいらしいんですよ。私はただ何かないかと。分かってます。ただですね、こう毎月決まってありますと落ち込む人もいるんですよね。申し訳ございません。わかりました。明日まで。ああ、夜食持ってきたわ。すまない。リサは？今頃寝てる。あの子しっかりしてるから。
今の泉さんの奥さんのこと？ええ。泉さんが自殺してまだ落ち込んでるんだ。もうやめた方がいいよ。それより石山さんに電話してくれた？今日は9日よ。今朝したけど誰も出ないんだ。じゃあ私がしましょうか。いや、いいよ。本当言うと半年前から連絡取れないんだ。自宅は？最近誰も出ない。多分引っ越したんだよ。連絡先は？わからないんだ。じゃあ由香のことはこれから誰に聞けばいいの？あいつらそっとしといてやろうよ。いつまでも責められてる気がするだろうし。でも電話くらい出てくれたっていいじゃない。なあ、毎月9日にあちこち電話するのもうやめないか？どうして？今年で4年目だ。現実を少しは受け入れようよ。絶望することも必要だよ。絶望って由香が死んでるってことじゃない。認めるのは辛いよ。だからってこれからの人生もそうやって探し続けるのか？諦めたのね。近いものがある。お前はいつまでも由香が生きてるっていう希望を持ってる。でも俺やリサはどうなる？お前がそうやってるうちは生きてる人間は永久に我慢してることになる。どういうこと？今年の北海道だけどお前一人で行ってくんないか？なぜ？行っても無駄だからだよ。行っても何もないからやりきれなくなる。金もかかるし。あそこに由香が一人でいると思うといても立ってもいられないのよ。分かってる。でも由香のことはもう終わりにしなきゃいけないんだよ。どうしてよ？わからない。そうしなきゃ終わらないからだよ。でも緒方先生そんなこと考えなくていいって。またそれか。お前があんなの信じると思わなかったよ。私宗教信じてるんじゃない。それはいい。でも何するにも金がかかるんだよ。探偵や占い師にこれまでいくら使ったと思う？緒方先生お金取らない。近くに引っ越しまでしたじゃないか。リサにしたっていつまでも由香中心の生活じゃかわいそうだ。そう思わないか？由香のことはみんな苦しんでる。でもなんか変だよ。いつまでもこんなことしてていいのか？これじゃ俺たちの方が壊れてく。今日は俺一人で間に合うからリサといてやれよ。先生、森脇です。はいはい、ちょっと待って。どうしたの？ねえ、自分の欲することを祈ったらどう？あんた何を欲してる？由香が見つかることです。それだけ？どうやったら自分が楽になれるかということ。だって私先生と話してる時しか楽しくないもの。先生、横になっていい？疲れちゃった。
どうしたの？先生、電気消していい？ねえ、あんた今でも石山さんに抱かれたいと思う？思うよ。だったら会えばいいのに。そうしないとずーっと苦しむだけになっちゃうよ。先生、主人が奥別湖に行かないのは仕方がないことなのね。仕方ないね。あんたとご主人は違う人間なんだから。ただね、何か変化があるような気がしてならないな。勘だけどね。どういうこと？あんたこの4年間全く変わらずにゆかちゃんのことばかり考えてきたでしょ。そろそろ状況に何か変化があってもいい。いいことか悪いことか分からんけどね。また晒し者になるんだから、何か情報がないとたまんないな。あるわよ、きっと。どうしてわかる？緒方先生が言ったもの。ここだな。これ進行表です。前とあんまり変わってないと思いますけど。それでですね、今回また新たに取材させてもらったんですけど、何か聞いてらっしゃいます？石山さんのことで。いや、最近電話が繋がらなくて。あ、離婚なさったことご存知ですか？もう1年になるそうですよ、奥様の話では。お子さんは奥さんが引き取ったそうです。石山はどうしてるんです？それが行方がわからないそうです。新しく作った会社は畳んでおられます。不当たりを出したとか借金取りに追われてるとかって噂もありますし。ゆかのことが原因なのかな。お子さんがいなくなった家庭の周りってのはいろんなことがありますからね。保坂さん、あいつの連絡先分かりませんかね？いや、それがですね、奥様もちょっとご存じないそうで、私どもも。保坂さん、はい、林さんお見えになりましたよ。わかりました。じゃあ後ほどよろしくお願いします。今頃どうしてんのかな。そろそろ番組終了の時間が近づいてまいりました。ご紹介したお子さんにお心当たりのちょっと待ってください。森脇ゆかちゃんに関する情報が入っているそうです。どちらの方ですか？小樽？北海道の小樽市ですね。それではどうぞ。はい、最近近所にですね、男の人が女の子を連れて住み着いてるんです。悪いんだけどホームレスって感じなもんでみんなで気にしてんですよね。そしてその子がゆかって呼ばれてまして。はあ、それだけではちょっと不確かじゃないですか？いや、ただね、その子男の人には何も似てないのさってみんなして変だよねって言ってるんですわ。このテレビに映ってるお母さんの顔に大したよく似てるんですよね。そうですか。ひょっとしたらゆかちゃんである可能性があるかもしれませんね。でもう少し詳しいお話を伺いたいんですが時間がありません。スタッフと変わりますからそのまま電話を切らずに情報を教えてください。さて生放送で
はい。もしもし、木村です。何の用だ。例の星上がりました。スーパーの殺し。お前が挙げたのか。いいえ。お前会議で報告したろ。ええ、一応。バカじゃねえのか。何のメリットがあんだよ。それも他人に手柄開けさせて。俺たちが追ってた星だろ。逃がしたら事件なんか解決しなくていいんだよ。もうかけてくんなよ。なんかあったのか。やだ、忘れたの？そういや来るっつってたな。元気そうじゃない。そんな目でいいんだよ。どうなのよ。優秀な看護婦の目だよ。分かってんなら病院の近くに引っ越してきてよ。別居やめるなんて嫌だね。私もよ。いいわよ、あなた病人なんだから。病院で俺みたいな感じで何してる？え？死ぬまでの間何やってんだ。抗がん剤やったり放射線やればバレちまうだろ。そうね。夜になるとみんなダメね。息ができないって30分おきにナースコールする男の人がいてね。その人肺がんの手術したのよ。でとりあえず駆けつけるんだけど、なんで来たんだって怒鳴るの。でステーションに戻るとまた鳴るの。それが一晩中続くの。他には？話せよ。もっと違う話しましょうよ。構わないから聞かせろよ。遊びに来ていた北海道奥別湖近くの別荘地です。お父さんの道弘さん。この時期覚えてる。でその途中道弘さんが目を離した隙にゆかちゃんの行方がわからなくなりました。ちょっと待ってください。森脇ゆかちゃんに関する情報が入っているそうです。どちらの方ですか？小樽？北海道の小樽市ですね。それではどうぞ。はい。最近近所にですね、男の人がこの電話って本当かしら。ついてんです。悪いけど死んでるわよね、この子。ホームレスって感じなもんで、みんなで諦めきれないのね。そしてその子がゆかって呼ばれてまして。はあ、それだけではちょっと不確かじゃないですか？いや、ただね、その子男の人には何も似てないのさ。このテレビに映ってるお母さんの顔に大したよく似てるんですよね。そうですか。ひょっとしたらゆかちゃんである可能性があるかもしれませんね。でもう少し詳しいお話伺いたいんですが時間がありません。スタッフと変わりますからそのまま。札幌の内海と言います。昨日の番組見たんですけど、奥別湖の事件。あれちょっと調べてみたいんです。はい。もしもし、森脇かすみと言います。今テレビ局の保坂さんから電話をいただきまして、ゆかを探してくださると聞きました。そうしたいと思ってます。ありがとうございます。本当に助かります。お役に立つか分かりませんけどね。当時隣の署にいましたんで事件のことも大体知ってますし。警察の方なんですか？元刑事です。森脇さんの事件の追いにも行きましたよ。じゃあ恵庭署の浅沼さんもご存知ですか？それ担当の刑事ですか？はい。会ったことないっすね。駐在の脇田なら知ってます。せっかくですが、そういうことなら結構です。どういうことですか？失礼ですけど、私警察の方に失望してるんです。申し訳ありません。
明日札幌に行きますんで自分で探します。小樽の件は調べておきますよ。自分で探します。ともかくこの件はお断りしますので。内海さんの噂は聞いてましたよ。そうっすか。すすきののヤクザがほっとしてるってね。内海さんがいなくなってでっち上げが減ったって。もしてやめたんですか。同系の一家でないの、エリートでないの。胃がんの療養なんです。奥別湖の幼児失踪なんですよね。なんで今頃興味持ったの。暇なんで子供探してやろうかと思って。冗談でしょ。マジっすよ。それで私からタダで情報欲しいわけ。仕事じゃないんです、趣味なんですよ。だから情報はいらないっすよ。それにこれ以上のこと何か拾えました、浅沼さん。何が聞きたいの。浅沼さんの感想っすかね、あの事件の。感想。はい。そったらものはないね。ただ昨べのテレビにはびっくりしたけどね。小樽の件ですね。どうですか。風だよ。近所の失踪に見に行かしたら男の子だってんだ。さっき森脇さんの奥さんにも伝えたけどね。じゃあ来ないんですかね。それがどうしても自分で確認するって聞かないんだよ。毎年この時期になると来るんだよ。もう何も出ないのに気が済まないんだね。毎月9日には電話かかってくるんだ。必死でさ。そのために生きてるって感じだな。泉ってじいさんが釧路で領事輸送した時は関連疑ったけどね。いやまあ借金が原因で全然関係なかったし。管理人の水島がロリコンって話も出たな。でもアリバイは崩せなかった。泉の奥さんのこれでさ、あの朝一緒に寝てたんだよ。関係者は全員しろ。ハンコは絶対外部だね。随分簡単っすね。あんたも担当になりゃわかるよ。森脇かすみのことはどう思いますかね。感想かい。はい。よくわからないってとこかな。石山とできてるって噂があったけど結局裏取れなかった。留萌郡吉良村出身って聞いた時はびっくりしたけどね。本人が家出同然で音信不通になってるから村には絶対知らせないでくれって頼むんだよ。まあ捜索願いも出てなかったしね。北海道出身なんですか。驚いたさ。東京から来た美人の奥さんだと思ったのに家出人だべ。いやまあ親捨ててるんだから鬼だべ。もうすぐ冬だね。嫌だね。ゴルフできないし。東京からの日本航空109便はただいま到着いたしました。はい、どなた。内海です。どうしてここが分かったんですか。ご主人に頼まれたんです。何をです。
奥さんと一緒にゆかちゃん探してくれと電話もらいましてね。昨日も言ったようにご協力はお断りします。ともかく明日車で迎えに来ますよ。小樽に行かれるんでしょ。お断りしま9す。時頃でいいですね。ちょっと待ってください。はい、森脇製飯でございます。私です。さっき着きました。どうそっちは。内海さんって人が今来たわ。お前どうして断ったりしたんだ。だって元刑事だって言うじゃない。あなただって警察がどれだけ頼りなくて偏見だらけか分かってるでしょ。ボランティアを利用しない手はないだろう。一人よりよっぽど楽だろうが。ともかく私に内緒で決めないでよ。お前だって浅沼さんからの電話俺に言ってないじゃないか。小樽はダメなんだろ。言ってみなきゃ分からないでしょ。そっちで誰かと落ち合うつもりじゃないのか。どういう意味。石山とのこと俺が知らないとでも思ってんのか。本当なのか。ごめんなさい。薄汚いことしてくれるよな。いつからなんだ。2年くらい前から。だったらゆかはどうしていなくなったんだ。それだけは分からない。お前本当かよ。返してくれよ。俺に娘返してくれよ。きっとお前たちのせいだよ。返してくれよ。お前はもういらない。分かったわ。帰らない。そうしてくれ。ゆかはどうするの。死ぬほど会いたい。探し続けるわ。もういい。俺みんな諦める。ゆかもお前も死んだと思う。俺はリサと2人で生きてく。あの子は俺が好きだ。そうね。リサをよろしく。今日午後5時ごろ、東京都武蔵野市に拠点を置く宗教団体パラダイス会の主催者がわいせつ行為などの容疑で逮捕されました。警察の調べによりますと、逮捕されたパラダイス会主催尾形壮介容疑者65歳は大型バスを改造した住居施設内に悩み相談を持ちかけた女性信者などを連れ込み、数年にわたりわいせつ行為を繰り返していたということです。被害に遭った元信者やその家族らが内海です。下で待ってますから。うるさいっすか。どうぞ。娘さんがいなくなった別荘にはいつ行くんですかね。明日です。堤さん、浅沼さんに聞いてませんか。テレビの情報が当てにならないって。いえ、何も知りません。ガス抜けなんですかね。わかりません。だから確かめに行くんです。そんなの刑事に行かせりゃいいじゃないですか。自分で確かめます。浅沼の捜査が不満なんですか。誰がやっても同じでしょ。自分がやってたら違ったと思いますがね。もっと早く解決してた。そうです。結果論で物言う人は嫌いだわ。自分だったら徹底的に人間関係洗いますね。あの時子供探すのに精一杯で誰もちゃんと捜査してないですよね。それで何がわかるっていうの。ゆかが見つかるの。
死体が出てくるんじゃないの？森脇さんには申し訳ないんですけど、そうすると誘拐殺人っていうでかい山になります。それを解決するとあなたは偉くなるってわけね。でももうどうでもいいんです。警察には二度と戻らないですから。じゃあどうして調べてくれるんですか？さあ、こんな言い方して悪いんですけど、暇つぶしに近いんですよ。自分病気で何もやることないもんですから。親は自分の子を殺さないもんですかね。私たちを疑ってるんですか？自分の知ってる事件では結構ありましたけどね。私には関係ないでしょ。それぞれ事情は違うんだから。石山さんについてはどう思います？どうして聞くの？なんであんたたちは北海道まで来たのかと思って。事情聴取ですか？感想を聞きたいんですよ。あの人たちには気の毒なことだったと思います。離婚したみたいだし、石山さんは行方がわからないというし。どうしてです？さあ、事業に失敗したとか聞いてますけど。借金取りに追われてるんですかね。どうしてそういうふうにしか考えられないんですか？大概そういうことでしょ。内海さんの想像を超えることがあるかもしれないでしょう。なるほど。そういう発想はなかったです。そろそろ着きますよ、情報提供者のところ。まだ痛みます？だいぶ収まりました。胃痛はしょっちゅうなんですよ。それよりどうでした？ダメでした。男の子だって。がっかりしましたかね。私、札幌のホテルを引き払ったんです。どこか安い宿があったら教えてください。当分家には帰らずに床を探します。お金がなくなったらこっちで働いてでも。それです。本当にいいんでしょうか？いいんじゃないですか。自分は胃がんです。もうじき死にます。あんたに金をせびろうとも脅迫しようとも思ってない。自分でもどうしてあんたの事件に興味を持ったのか知りたいですしね。そんなに悪いんですか？うすうす感づいてたでしょうが、目つきでわかりますよ。じゃあこうしませんか？私あなたは看病しますから無料で置いてください。死ぬまでですか？短いですよ。私はその間床を探しますから。自分も一緒に探しますよ。なぜです？わかんないですね。一体何がわかんないの？わけ言いなさいよ。どうしてもうすぐ死ぬってあなたが興味を持つのよ。どうでもいいでしょう。よくない。自分だってわからないですよ。ただ死ぬ前にこれまでしなかった仕事のやり方をしようと思っただけです。あんたに何が起きたのか知りたいんです。さっき暇つぶしって言ったじゃないですか。それもあります。私がこんなに苦しんでることがあなたがうまく死んでいくための材料になるわけですか？暇つぶしになるわけですか？行きましょう。疲れた。
ちょっと話せます？いや、さっき睡眠薬飲んだんでもうじき意識不明になります。何です？石山のことを思い出して興奮したんですか？そうです。石山とできてたって噂本当だったんですね。やめてください。自分はできませんよ。あんたにそんなこと期待してないわ。石山とできてたんですね。それであんたたち一家を奥別湖まで行ったんだ。そうよ。それが由香の失踪と関係があるっていうの。少なくともあんたのご主人と石山の奥さんに動機ができました。その二人なら私も疑ったわ。でも典子さんも道弘もあの子を殺したりしない。自分の人生にリスクを負うようなことは絶対にしない。わかるの？だったらあなた石山さんを疑う？石山さんこそ絶対にそんなことしないわ。だってあの人は私のために生きていたから。あの事件以来、私は自分が自分じゃなくなったの。どうしても取り戻せないの。心の奥では由香がもう生きてないって分かってるのに、こうして探し続けてる。悪い夢の中に取り残されてる。ごめんね。痛かった。あんた死んでいくの辛いわよね。きっとすごく怖いし孤独なんだろうね。でも羨ましい。だって悪い夢を見てそこから逃げられないなら死んだ方がまし。そうでしょ？道弘は抜け出ていった。石山さんは行方がわからない。あんたも先に死んでいく。私はこのままたった一人、悪い夢の中で一生を終えるのかもしれない。そんなの絶対嫌だ。それじゃあ灰色の海を見つめてあの村で暮らすのと同じじゃない。森脇さん、北海道出身なんでしょ？なぜ隠すんですか？家出人だからですか？田舎だからですか？森脇さんのこといろいろ想像するんですよ。やめてくれない？自分はね、現役時代想像なんかすることなかったです。でも今は想像するのが面白くてたまらないんですよ。
今の車に石山さんが乗ってました。あれが随分変わってたけど確かに石山さんです。石山さん。久しぶりだね。元気だった？ええ。あなたも元気そうじゃない。まあね、楽しく暮らしてるよ。どうしてここに来たの？どうしてってあなたに会えると思ったからだよ。10月9日だから。行方不明だって聞いてた。そうそうそういうことにしてんだよ。だからここで会ったこと誰にも言わないで。今何してるの？紐だな、言うなれば。紐？あなたが？そうとしか言いようがないね。女に養われてんだから。あなたはなんていうか我慢してる顔になったね。なんだか似合わない。仕方ないわよ。あんなことがあったから。俺もいろいろあった。しょうがないよな。どうも、はじめまして。内海さん、元刑事さんで一緒に優香を探してくれるって。そう、それはよかった。で、どうですか、内海さん。今のところ何も。そうでしょうね。そんなに簡単な事件じゃないですもんね。石山さん、自分はあの時応援に行ったんですよ。随分趣味変わりましたね。ようちゃん、どうかしたの？いやいや、どうもしないよ。なんか用ですか？いや、本当に何でもないんだよ。この人たちね、ゆかちゃん探してるんだよ。ほら、ゆかちゃんのお母さんだよ。これマナ、一緒に暮らしてる。マナちゃん、この人と2人で話がしたいんだけどな。分かった。じゃあお風呂行ってる。すぐ行くからね。石山さん、あんた追われてるんですってね。まあね。見つかったらひどい目に遭いますよ。おそらくね。それで紐ですか？ええ、俺たまたまだよ。金回りが良さそうだ。何してんすか、彼女。風俗に決まってんじゃないですか。内海さん、ちょっとこの人とは話したいんですけどね。いいですよ。その前に石山さんに聞きたいことがあるんですけどね。何ですか？自分はあんたと森脇さんのことを知ってます。だから正直なところ聞かせてほしいんですけど。自分がもうじき死ぬんだって言ったんで、森脇さん安心して話したんですよ。死ぬんですか？がんでダメなんです。それは気の毒ですね。驚いたな。それであの事件に関するあんたの感想を聞かせてくれませんかね？感想？考えとくからまた聞いてくれませんか？自分水島に話聞いてきますけど、森脇さんどうしますかね？ 1時間ほどしたら迎えに来てください。わかりました。水島さん知ってんですか？捜査の時に見かけただけです。そういえば最初あなたは水島さんを疑ってたよね。どうしてです？優香を気に入ってるように見えたんです。でもアリバイ。ええ。じゃあ。
の人本当に死ぬんだね。胃がんなんだって。助からないんだって。のりこさんと別れたんですってね。そうだよ。もう1年になるかな。のりこはあれ以来一度も俺を許さなかった。森脇さん元気なのかな？ええ。でも私も森脇のところを出たの。俺とのことがバレたのかい？それだけじゃないけど、森脇も私のことが許せないのよ。あなたが見習いで森脇製飯で働いていた頃のことを今でも時々夢に見るよ。想像もつかないような人生だ。そうね。内海さんのこと好きなの？好きじゃない。お金がないから利用させてもらってるの。この人じきに死んでいくわけでしょ。だから見とってあげようかと思ってる。それはまた親切だね。死んでいく人が何を見るのか知りたいのよ。どうして？あの人きっと死んでいくことに耐えられないの。あんな態度だけど心の中では納得してないし怖がってる。だから私に連絡してきたの。あの人、私が現実通り合図にうろうろしてるところを見たかったのよ。だから私もあの人が死んでいくところを見るの。競争してるみたいだ。でもあの人はじきに死んでいく。あなたはモナさんのこと好きなの？好きだと思う。でも恋愛じゃないな。あなたの時とは違う。あの子から奪うもんなんてないし、あの子が奪うものも俺にはないよ。ただね、楽しいんだ。金は全部女からもらう。家事もしなくていい。黙ってあいつと暮らすだけ。いい生活だよ。マナが飽きたら捨てられるだろうけど、それでもいい。マナ次第でどうにでも変わっていける自分がいるんだ。ゆかどこに行ったのかしら。ここに沈んでるのかしら。ようちゃん。今行くよ。あなたはもともと自由な人だったのかもしれない。今頃字を出したのよ。いくらあの人が憎いからって私ゆかちゃん隠したりしないわ。分かってる。してないんだから。分かってるよ。私はあなたたちを軽蔑してるの。それで十分でしょう。じゃあゆかちゃんどうしたんだと思う？
誰かが連れてったとしか思えない。誰が？車入ってきてないよ。わからないわよ。どうして私にわかんのよ。お前何時に起きたんだ？8時過ぎだったかしら。寝たの10時前だろう。どうしてそんなに遅く起きたんだ？瑠璃子も竜兵も7時前から起きてたって言うじゃないか。私これ夕べ飲んだの。夜中に起きるの嫌だったから。なぜ？何にも知りたくなかったからよ。お前が俺を許さないのは当たり前だと思う。でももしゆかちゃんに最悪の事態が起きたら俺とかすみさんのことは誰にも言わないって約束してくれないか？言うわけないじゃない。俺もできる限りお前たち守るから。じゃあかすみさんは？待ってもらう。私たち別れるのね。だけど今のところあなたは私の側についてゆかちゃん探すのね。かすみさん気の毒だわ。どう？きっと見つかるよ。誰かが連れてったんだわ。大丈夫。絶対に見つかるから。かすみさん泣かないで。だってもう5時間もいないのよ。大丈夫大丈夫。もう1ヶ月だね。どう？不思議なくらい手がかりがないの。俺そっち行って一緒に探すよ。会社辞めていくよ。もういいわ。もういい。私ね、この1ヶ月死にそうだったの。ゆかがかわいそうでたまらなくて眠れなかった。気が狂うかと思って怖かった。こんな思い生まれて初めて。それわかる？わかるよ。あなたにはわからない。私を抱いて一緒に寝てくれなくちゃわからない。俺は広告代理店を辞め、のりこと別れ、友人とアウトドア用品の会社を作り倒産した。陽平、久しぶりだね。子供たちは？どうしてたの？もう都内にはいられない。これあなたこれ持ってくの忘れたでしょ。荷物に入ってた。これは竜兵にやれよ。いいわよ。困ったら売ればいいのよ。じゃあもう連絡しないよ。気をつけてね。迷惑かけて悪かったな。お互い意外な人生よね。
それから各地を転々とした。居所を突き止められたら終わりだった。ねえ、あんたどこの人？なんか雰囲気違うよね。洋平さんは東京でデザイナーやってたんだって。俺なんか整備工だけどね。あんたなんか聞いてないよ。目席変わってよ。もういきなりですか？私が客なの。何サンプラでホストやってんの？こういう仕事も面白いかなって思ったんですよ。面白いかな、こんなこと。女の金かかってさ。私初めてですから面白いですよ。ねえ、私何してると思う？さあ、俺知ってるよ。言わないで。私ね、オナニーショー見せて毎日チンチンばっか舐めてんの。毎日60本ぐらい抜くかな。だけどもうやだよ、やだってさ、1本いくらだと思う？3000円。そんなに高くないよ。2000円だよ、2000円。俺行ったことあるもん。あんたのなんかね、細いから500円で。ひどいね。チンチン60本で12万でしょ。ここに来たら全部取られても足りない。ねえ、あんたに全部取られちゃう。もったいないですね。ねえ、あんたいくつ？私ですか？私ははい44歳です。私23。20も違うんだよ。ねえ、あんた誰かいる？いや、いません。私もう帰るからさ、あんたの携帯教えてよ。連絡でしたらじゃあお店の方にお願いします。分かった。私そんなすぐやらせる女じゃないんだから。すいません。私安い女じゃないんだから。分かってます。どうしてあんたにわかんないの？ホストのくせに。私悪いけどセックス嫌いなの。だからあんた私が眠るまで起きてて。はい。いいよ、そんなことしなくて。だって悪いじゃん。悪くないよ。セックス嫌いなんだろ？嫌いじゃないよ。ねえ、抱いてよ。若い男とやればいいじゃないか。私が嫌なの。そうじゃないよ。ねえ、じゃあここにずっといてよ。え？私と一緒に暮らしてよ。あんた何もしなくていいよ。あの店も辞めてさ、私が稼ぐから。仕事嫌なんだろ？うん。でも私ジムなんかできないし、これでいいんだよ。お願い、出ないと手首切るぞ。俺はここで何をしてたらいいんだろう。パチンコでもしてて。暇みたいだな。いや、そうだ、あんた私の後ろ盾になって。後ろ盾？私に舐められんの嫌なの。だから
ヤクザみたいな格好して私と一緒に暮らして。そしたら私元気になるから。いらっしゃいませ。すいません、メニューになります。お前が選べ。女に先に渡してやれよ。すいません。何が食いたい？生ビールにカルビにミノ。注文は俺がするんだよ。すいません。最後は冷麺にする？それともビビンバ？お前の好きなもんでいいよ。あの子のこと好きなのね。うん、好きだよ。可愛いと思ってる。自分がこんなに変われるとは思ってなかったよ。どんどん違う自分が出てくるんだ。なんだか悔しい。あ、そうだ。事件の感想、内海さんに伝えてくれないか。俺はあなたを十分に理解していなかったって。あなたのことが好きで何でも知ってる気でいたけど、何にも知らなかった。あなたが親を捨てたことや東京に出てきた時の痛みに全く気づかなかったんだ。俺があなたに申し訳ないと思ってるのはそのことだけなんだよ。私も話せばよかった。きっとあなたは分かってくれたわ。あんな分かり方もしなかった。あなたに違う生き方なんてできないよ。克美さん、ゆかちゃんのこと何か分かったら教えてくれるかい？ええ。俺の携帯行かなきゃ。ええ。じゃあ。なんかご用でしょうか？私以前同系にいた内海と言います。森脇さんに頼まれましてゆかちゃんの件いろいろ調べてるんです。そうですか。私水島です。森脇さんそろそろ来る頃だと思って楽しみにしてたんですよ。今温泉ランドにいますよ。石山さんとばったり会ったんで。ああ、石山さん昨日訪ねて見えたんです驚きました。あんなに変わって。水島さん、石山さんの別荘やけに綺麗にしてますね。売れる見込みないんでしょ？ゆかちゃんが毎日帰ってくるかもしれませんから。お墓のつもりかと思いましたよ。ずいぶん失礼じゃないですか。そうっすか。どなた？入っていただいたら。お一つ。奥さん元気ですね。私今年68なのよ。とても見えませんよ。水島さんと結婚するんですか？なんですか突然。いくら水島だってこんなおばあちゃんとじゃ気の毒だわ。この家が手に入るかもしれないでしょう。借金だらけですよ。泉が猟銃で自殺した原因ご存知でしょ？いや、知りませんね。事業の失敗なんですよ。ゆかちゃんがいなくなった朝、奥さんは水島さんと一緒に寝てたそうですが。いいえ、3人で朝ごはんをいただいてました。あの朝は誰も見かけなかったし、車の音も聞こえなかったわ。
だからあの子がいなくなったのがとっても不思議で。こっから道路見えないですよ。泉が庭を出たり入ったりしてたんです。じゃあ見落としがあったかもしれませんね。ご主人が庭にいない時間もあったでしょう。でもね、その頃主人はこの道を通る人を見るのが趣味だったんです。だから見落としはないわよ。ご主人はなんでそんなことしたんですかね。さあ、なんでですか。とにかく落ち着かなくて。水島さんロリコンって噂ですね。あの時別荘に3人も小さい女の子が来てた。だから泉さん水島さんを見張ってたんじゃないですか。結局無駄でしたけど。まあ私が水島をかばって見返りにいいようにしてたってことですか。そうです。ちょうどよかったわ。ねえ、ゆかちゃんのことであなたが疑われてるのよ。はっきり私とのこと言ってやったら。こんな人に言う必要ないでしょ。いいじゃない、はっきり言ってよ。私伝えが好きなんです。いずれ結婚しますから。水島、ダメよそんなとこ。奥様。いや奥様、奥様。水島と泉の奥さん結婚するそうです。水島ロリコンって聞いてたけど違ったんですかね。泉なんですがね、ゆかちゃんがいなくなった時間にはっきりしたアリバイないんですよ。でも泉さんがどうして？可能性ないですかね。大丈夫ですか？ええ。ちょっと歩いてきます。今がシーズン真っ盛りだな。何？エゾシカ狩りですよ奥様。水島のおかげでいい趣味を教わったよ。
今年はもっと長く生きたいな。あなた、今日は水島うちに泊まりますから。仕事ですから。名前はゆかちゃんと言いまちゅ。ゆかちゃんか。ゆかちゃん。なんでちゅか。本もで遊びまちゅか。ここにいまちゅ。じゃあここで遊びまっちゃ。驚いた。おはよう。ゆかちゃんだね。おはようございます。どこ行くの？お散歩。こんなに早くどこ行くの？だからお散歩。おじさん怒ってないよ。でも今怖い顔してた。ああ、そうか。ごめん。じゃあおじさんと一緒に散歩行こう。はいおじさんのお家に行ってもいい？あそこは絶対に行っちゃいかん。どうして？あそこはすごく汚いとこだ。痛い痛い痛い。あ、助けて。ああ。あなたどこ行ってたの？
自分の部屋で居眠りしてた。そうだったの。今さっき石山さんとこにいる森脇さんがいらしたのよ。なんだって。子供がいなくなったって。ゆかちゃんって子か。そう、ゆかちゃん。あの子がいなくなったっていうのよ。こんな山の中でいなくなるわけないじゃない。親の監督不行き届きですよ。そうだな。あ、社長、おはようございます。寒くなってきましたね。そうね。お味噌汁なめこでいいかしら。ええ、すいません。熱があるみたい。どうしたの？夢を見て。どんな夢？車に戻りましょう。どっかで横になった方がいいよ。大丈夫です。休めるとこないか聞いてきます。森脇さん、自分の顔なんか変じゃないですか？さっき見えるはずのないものを見たんで、今の夢だってそうだ。きっと自分の死ぬのが近いからです。自分の顔、思想とか出てないですか？いえ、熱の顔はしてますけど。そうっすか。熱は？下がったみたいです。よかった。4年前もこの部屋に泊めてもらったの。それ以来ですか？そう。外からは何度も見たけど、中に入ったのは4年ぶり。4年も行方不明だなんて。あの子一体どこ行っちゃったのかしら。死んでるのかしら。殺されてるとしたら誰が犯人なの？どうして？知りたいわ、とっても。でもゆかが死体で見つかったら、私自分がどうなってしまうかとっても不安。だってゆかが生きてるって信じることでここまで生きてきたんだもの。石山さんとは何話したんですか？あんまり話さなかった。話すことがなかったの。お互い興味もなくなってたし。石山さんよく紐になんかなりましたね。感心しましたよ。なぜ？いくら追われてるからって男が紐になりたいですかね？石山さん楽しいって言ってた。でもそれって自由に近づいてるってことでしょ。あの人は私より先に自由になった。私だけがいつまでもゆかを探してる。探すって嫌なことなんですかね？内海さんに伝言があったわ。
石山さんの事件の感想。何ですか？私をよく理解していなかった。それが感想だって。何気取ってんだ。私分かったの。石山さんはもう私を癒すことはできない。自分といるとホッとするんでしょ。ええ、自分が死んでいく人間だからでしょ。そうよ。ねえ、もうじき死んでいくってどんな気持ち？誰に何言ったって分かんないですよ。いいから教えて。怖い。それに納得できない。だから私と同じなのね。あんたのことはよく分かんないです。ただ自分はまだ自分が死ぬっていう現実と折り合えてないんですよ。私も娘がいなくなったっていう現実と折り合えてないの。それも4年も。だったら探すのやめたらどうです？簡単じゃないですか。どうやってやめるの？そんなの知らないっすよ。自分で考えたらどうです？考えてもどうにもならないことってあるわ。お風呂に行ってきます。ここでやってたのか。どこにいる？
ここにいたの。ここで寝ましょうよ。この部屋で起きたこと話してあげるから。あっち行けよ。嫌だ、行かない。一人で寝ろ。嫌だ、怖いから。初めてここに一人で残った時、すごく怖かった。誰も助けてくれなかった。俺だって助けねえよ。どうして？私は助けてあげるのに。ゆかがいなくなる前の晩、朝に近かった。午前2時に石山さんとここで会ったの。旅行の前から機会があったらこの部屋でって約束してたんだけど、そんな勇気はなかった。でもその日、私たちが覚悟を決めることがあったの。何ですか？のりこさんにバレたのよ。石山の女房は知ってたんですか？私たちはもうどうすることもできなくなって会ったの。その時私思ったわ。石山さんとこうしていられるんなら子供を捨ててもいいって。あんた子供を捨てたんですか？心の中で捨てたんです。そしたら次の朝本当にいなくなった。やめろ、やめろ、やめろよ。なんでそんなことする？痛いの？いや、おはよう。気分はどう？ええ。内海さん、お薬まだ持つ？どうしてですか？しばらくここにいることにしない？いいんですかね？泉さんの奥さんに頼んでみる。自分はどうでもいいです。少し寝てきます。ごめんください。昼飯持ってきました。内海さん、まだ具合悪いんですか？いや、もう大丈夫です。言いとったんで食後はしばらく動けないんですよ。寒いでしょ？大丈夫です。水島さん、あの事件の感想を聞かせてくれませんか？感想って
て？森脇さんいませんよ。ちょうどいい。聞かせてください、あんたの感想。私はですね、ちょっと不快です。私がロリコンだとか事実無根の噂が飛び交いましてね。じゃあそれ嘘なんですか？あんたはロリコンじゃないと。もちろんです。私と奥様とのこともあることないこと言われて辛いです。私たちはここに住んでます。ここに残ってあれこれ言われる辛さなんて東京もんには分からないですよ。事件は私たちの生活をめちゃくちゃにしただけなんです。ここの地価も下がって誰も買おうとしないしね。泉社長はどんな人だったんですかね？純粋なことでしたよ。事件の後も責任取らなきゃってしきりにおっしゃってて。責任取って自殺ですか？そういう言い方だと社長が犯人のように聞こえます。違うんですか？もう何度も言いましたけどね、社長も奥様も私もあの時間には間違いなくうちにおりましたですよ。あんたと奥さんは一緒に寝てた。でも泉社長はどこにいたかわからない。そうでしょ？それあんたの勝手な想像ですよ。私たちは3人で朝飯を食べてました。駐在所の脇田さんがその時間に偶然電話してきたんですから間違いないですよ。石山さんのところにいる森脇ですが。はい、泉ですが。あれ、あんた水島さん？そうですが、どちら様ですか？脇田ですけど、ちょっと釣りのことで。あの電話がなかったら私らさんに何言われてたか分かりません。怖いですよ。じゃあゆかちゃんはどうしたんだと思いますか？誰かが連れてったってことしかありませんでしょ。目撃者いないっすよ。子供ですからね、畳めばかなり小さくなるんじゃないですか。あそこ直さなきゃいけないな。ねえ内海さん、ここを取り壊して更地にしたら私と奥様何て言われると思います？きっと証拠隠滅したですよ。もう意地ですよ。買い手がつかなくてもできるだけきれいにして、うちは事件を悲しんでるんだ、子供が戻ってくるのを待ってるんだって見せておく。ここで暮らしていくんですからね。奥様はもうここしか土地持ってませんからね。奥さん死んだら売っ払ってどっか行きますよ。内海さん、札幌に戻ろうよ。もうここはうんざり。どこ行ってたの？痩せたか？うん元気そう。いつ来たんだ？昨日の夕方。どっかで自殺してるんじゃないかと思って焦ったわよ。そんなタイプじゃないよ。だって心配するでしょ。悪かったよ。
森脇かすみさん、子供がいなくなった人。あのテレビの。はじめまして、森脇です。どうぞ上がってください。どうぞ。二人どこ行ってたのよ。そうさ。そんな体じゃないじゃない。一回憎むと体力落ちんのよ。座ってください。すいません。で、何か分かりました？いえ、何も。本当にお気の毒ですね。ありがとうございます。で、テレビの情報はどうだったんですか？ダメでした。あなたはどうなのよ？どうかな。少し痩せたわよ。体重測ってる？いや、熱は？昨日出た。今痛いんでしょ？少しな。お願いだから無理しないで。どうせ死ぬんだからいいよ。またすぐそういう言い方するんだから。森脇さんからも何か言ってくれませんか？この人すっごいわがままな病人なんですよ。そろそろ行かないと。これから夜勤なんです。じゃあまた来週来るから。もう来なくていいよ。どうして？この人に死ぬまで面倒見てもらう。それ言われたら看護婦の立場ないじゃない。最後ぐらい一人で何とかしたいんだ。そんな簡単でかっこいいことじゃないのよ。動けなくなるのよ。いいよ。私なんか必要ないのね。のたれ死ぬっていうのね。最後ぐらい好きにしたい。勝手すぎるわよ。私にだって心配して世話焼けにあるんだから。好きにしたいんだ。分かった。勝手に死んで。肝臓に来たらドレナージっていう手術を受けると楽になるんで、その時は連れてきてください。分かった。翌日、内海はまた発熱した。眠って。起きていたい。
しもし。森脇ですが、霞なんだろそうよ。元気か？心配してた。今内海さんのところに世話になってるの。そうか。由香の方はどうなんだ？行方わからないわ。探してるけど。帰ってこないか？リサはどうしてるの？元気にしてるよ。なあ、お互い反省してやり直さないか？考えておく。これからも内海さんのところで連絡取れるんだね。けどそこで何してるんだ？いろいろよ。それじゃあリサをよろしく。もしもし。誰からだ？森脇から。私村に帰ってみようと思う。明日熱がなかったら出発しよう。かすみ、かすみ。かすみ、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 かすみ入るよ。なしてわかんなかっただ。お坊さん言ったんだべが。何がそんなに嫌だったの？時間が戻った気がする。ゆかちゃん、かすみそっくり。結婚も孫の成長も本人からはなんも連絡なしか。でも道弘さんが律儀な人だから。もしもし。東京の森脇ですが。写真ありがとうございました。かすみの母親です。お母さん、はじめまして。何かあったんでしょうか？実はこんなこと誰にも言えないのでつい電話してしまいました。申し訳ありません。何ですか？かすみに何かあったんですか？最近分かったんですが、かすみ浮気をしてます。それも2年くらい続いています。すんません、本当にすんません。それで困ってます。浮気というより本気の感じなんです。相手は得意先の男です。石山という男でして、こっちもかなり本気らしいと調査員は言ってます。そったら不貞者離縁なさってください。いや、そうしたら子供を取られるかもしれませんよ。そんな。あ、道弘さん、詳しく話してくんねえか。父親です。あ、そらなんとかしなきゃなんねえな。
っき道弘さんと話して来月9日に決めた。やっぱりいけねえね。実の娘から孫を奪うなんて。このままだとまた霞にみんな捕らえてしまうんだと。いいのか。あいつは赤の他人になったつもりでいるけど血のつながりはそんなに甘いもんでねえよ。でも誘拐だべさ。自分の孫だぞ。道弘さんも由香を育ててくれってはっきり言ってる。霞は自分の身勝手を後悔する。きっと道弘さんとこに戻る。俺たちは子育てをやり直す。もう一度親になるんだ。おじいちゃん。そうだよ。やっぱりそうだ。よく来たな。誰にも見られなかったよ。おお、偉いなゆかちゃん。偉い？ああ、ゆかちゃん、おじいちゃんの家に来るか。うん。よし、行こう。はは。いつまでもやめてねえだよ。一杯ぐらい。ダメだって。俺は長生きしなきゃなんねえんだからよ。ほらほら、飲めって飲み方足りないんで飲め。俺の分も飲めほら。ごめんください。東京のおじちゃんだ。これはどうも遠いところ。どうもご無沙汰してます。ゆかちゃん、お土産。お母さん。いつもすみません。ありがとうわ。ありがとう。これはまあまあ。これどう？これかわいい。かわいい。ほんとだ。お母さん。何？ゆかの本当のお母さんはどこにいるの？やだね。お母さんは私でないの。かすみ、ずっと優香を探してるって。ここさ来たら絶対渡せねえ。どんなことがあってもこの子は渡さねえ。やめて。夢見たんでしょ。うちの両親と森脇が結託してゆかを連れて行くのリアルだった。それは自分も考えたことありますね。夢は夢よ。
も知らないそうです。この機雷層の持ち主がいつどこに行ったのか。コンビニになるそうですけど、オーナーは旭川の人らしいです。いつ頃引っ越したんですかね。誰か聞ける人いませんか？一人いるかどうかわからないけど。誰です？安倍幸子、高校時代の友達。誰？浜口かすみだけど。いや本当だ、懐かしい。家出以来ね。そうだ、あん時あんたの親父さんに行く先知ってんだろってずいぶん縛られたよ。ごめんね。とにかく上がって。ちっとも変わんないね。幸子も変わんないよ。嘘、老けたよ私。ね、勘つけよっか。私。そう？いつも昼間っからだもんね。ほんとしょうがないよ。ねえ、うちの両親どうした？知らないの？知らない。あれっきり？あんたが出てった年の秋くらいだったかな。帰り出して2人とも死んだんだよ。タバコの日の不始末とかで。あんた知らないで帰ってきたの？今日まで知らなかった。かすみは本当に音信不通だったんだね。かっこいいよね。あんたってそういうとこあっから好きだったよ。私もこんなとこ出たかったな。ねえ、この辺りに森脇優香って子いない？知らない？知らないよそんなの。なんで聞くの？私の娘なのよ。あんたの娘がなしたの？なんでもない。ありがとね。ね、なしたの？どうでした？二人とも死んでた。死因は？火事だって。いつのことです？ 18年前。バカ。私何やってたの？優香を探すふりして自分のことしか考えてなかった。あなたもそうよ。もういいわ。今の話なんですけどね、ちょっと気になるから確かめます。どうして？とにかく所轄にでも聞いてみますよ。
母さんいましたよ。いらっしゃい。そこどうぞ。お母さん。あら、かすみなの。かすみです。あら、びっくりした。何年ぶりかね。すみません。18年ぶりです。何したの？いやいや、この子私の娘なのよ。びっくりした。久しぶりだね。生きてあんたに会えると思ってなかった。ごめんなさい。私も戻ってくると思ってなかった。だろうね。どうして戻ってきたのさ。嬉しくないの？そりゃ嬉しいよ。けどなんでまた突然に。私の娘が奥別湖で行方不明になったの。4年も探してるの。それでもしかしたらここにいるんじゃないかと思って。いるわけねえべさ。あんただっていなくなるような村にいるわけねえべ。そうよね。つまんないとこだもんね。そんなとこにね、居続けるのも大変なんだよ。逃げていく人には分かんねえだろうけどさ。悪いかしらね。悪くなんかないよ。ただ私はね、あんたにむちゃくちゃにされるのだけはごめんだと思って気張って生きてきたの。だからあんたも頑張って。お父さんは3年前に死んだ。脳溢血。そんで一昨年再婚してね。そう。下にいたべ。私より5歳も年下なんだよ。小村っていうの。だから浜口と合わせて小浜なんだわ。今は借金抱えて大変だけど楽しいよ。一緒にいる人がいるから。だね。私はこれでいいと思ってるもの。私が行方不明でも。お母さん、私を探そうとしたことある？連れ戻したって無駄だから。私ね、娘探すの疲れちゃった。どうしたらいいのかな。ねえお母さん、私どうすればいい？そりゃあ旦那さんと探すしかないべさ。だってお母さん、私を探そうとしたことないじゃない。18の娘っ子と子供じゃわけがじゃ。お店行かなきゃ。連れてきた男旦那さんじゃねえべ。なんでわかるの？だって夫婦って感じじゃねえから。そうよ、夫婦じゃないもん。あの人陰気だね。
あの人病気なの。しょうがねえな。ねえ、風邪ひくよ。内海さん、私どのくらい眠ったかしら。1時間ちょっとかな。そんなとこにいないでこっちにおいでよ。熱は？今日は調子いいから。内海さん、あんたいくつ？31。なんでそんなに早く死んじゃうのよ。もっといろいろ教えてあげるのに。何を？あんたの知らないことよ。知らなくていいんだ、そんなこと。知らないくせに何言ってんの。俺はできない。なんでそんなこと言うの？できないものはできない。お母さんとどうだったんですか？何を話したんです？母は私に怒ってた。どうして今更って感じだった。それがあんたショックなのか？想像と違ってただけ。私もう由香を探すのはやめにしたわ。由香のことは忘れないけどもう探さない。いつか会えることもあるだろうって思うことにした。さっき幸子に両親が死んだって嘘言われた時本当に虚しかった。自分で捨てておきながら生きてるって信じて逃げることばかり考えていたから。由香のことも同じ。由香が生きてるって信じたりもう死んでるって落胆したりするのは虚しいって気づいたの。だってどっちかわからないんだもの。私はそのどちらでもない自分の時間を生きるしかないのよ。そうでしょ？私が見た夢は恐ろしい夢だったわ。ここに由香がいるなんて。
それが現実だったらどんなにいいかと思ってた。ゆかを探し当てたってことだし、この旅が終わるってことだから。結局旅は続くのよ。目的はゆかを探すことじゃなくなったけど。じゃあ何が目的なんだ？目的はないの。自分はまだ想像してないことがある。そんな気がしてしょうがない。まだ？そう、まだ。見届けるわ。7匹も生まれたんだと。やめてよ。縛れるね。あれ、霞出ないの。ママ、いつもの。お祝いね。ごめんね。おかえりね。これあんた作ったの？うん。すぐ馴染んじゃってさ。なんか今頃帰ってきてチクシャーって感じ。帰ってきたわけじゃないよ。だってまだいるでないの。おかわりは？この人東京行って自分だけ自由になってかっこよくなって、私なんて置いてかれて親父さんに問い詰められて叱られてさ、ろくなことないんだもん。あったまくるさ。悪かったね。それにしたってあんたの母ちゃん偉いよ。恨みあんのにこうやってあんた置いてやって、どうせまたなんかで逃げてきたんだろ。さっちゃんは酒に逃げられるからいいべさ。そうだよ。私はいいさ。こうやって毎遍飲めるから。毎晩昼間っから赤い顔して。亭主が困ってるべさ。はいやあったまぐる。かすみ。あんたにそったらことやれる筋合いないべさ。今日は飲むよ。今日は飲む。早いな。下がらないね。ああ。何かあったのか？うん。
見てるの？抱いて。男なら抱いて。できないよ。やだ。あんたと寝たい。あんたが死ぬまでに寝たい。無理だよ。ダメ。私のも無理だ。じゃあ指。ごめんね。苦しいのに。言ったか？言った。何見てるの？霞の住んでたところだ。どう思う？つまらないところだ。そうでしょう。石山に会いたいんだけど連絡取れるか？え？待っておきたい。和美さん。綺麗な色ね。マナーなかったんだ。ここがあなたの住んでたところか。私の本当の家はもうないの。コンビニになるんだって。ああ、あそこか。さっき通りかかった。そう、あそこ。ゆかちゃんのことどうするの？もう探すのやめようと思ってる。うん。わからないものはわからないんだから、そこから始めるしかないって気づいたの。私だけが囚われていたから。あなたは母親なんだからしょうがないよ。でも今度こそ自由になれるかもしれない。よかった。嬉しいよ。やきもちが心配？少し焼かせてやろうかな。近頃俺を責めるんだよ。俺がパスポートがないから海外旅行に行けないって。石山さんよ。どうもわざわざすいません。
なんで俺を呼ぶんだろうって気になったよ。事件の感想言おうか。もういいっすよ。かすみさんから聞いたから。どうすか調子。ダメですね。今日会えてよかった。そろそろ来てる。何が？目が見えなくなってきてる。だから今のうちに石山さんに元気吹き込んでもらおうと思ってさ。俺が元気なのか？ええ。街の匂いがするんすよ。どうもありがとう。いや、あいつもうダメだな。自分でも分かってるみたい。この後どうするの？落ち先決まったら出まくれないか？どうして？あなたの消息だけは知りたい気がする。分かった。何やってんの？まなちゃんどうしたの？ほら、いますよ。あ、いますよ。電気つけてくれ。うん。いいな石山。どうして？軽蔑してたじゃない。かっこいいよ。派手でさ。金色の毛皮着てたろ。白いマフラーして。あれじゃヤーコーだ。いいよな。街の匂いがして。俺もすすきのあたり肩で風切って歩きてえよ。ほら一家の内海さんが行くって言われてさ。内海さん、内海さん、内海さん。その夜から内海は昏睡状態になった。赤羽エンジン焼けついて転倒したんだって。足折って全治2ヶ月だってよ。半額せんでねえか。おめえのバイクの部品盗んだのはあいつだべ。バチ当たったんだべや。そうかもな。女乗っけてて慌てたらしいぜ。女はメットかぶってなくて顔何十針も塗ってたんだって。人生変わるべな。しょうがねえべや。あいつが悪いんだ。親父、俺警察学校に行きたい。俺の仕事嫌いじゃなかったのか？俺に向いてると思うんだ。でどんな警官になりたいんだ？どんなって、俺は同居一家の刑事になるよ。刑事部長になって出世する。どうして？かっこいいじゃねえか。かっこいい仕事じゃないよ。毎度毎度。おまわりさんなんとかしてよ。夫婦喧嘩でしょ。むやみに介入できないんですよね。今日の天気にひどいよ。我ら後ろにちゃうぞこれ。
誰が救急車、奥さんは大怪我だ。お前殺人未遂だぞ。はっきり言って自分は管内一の成績です。そんな僻地なんて納得できません。誰でも通る道なんだから今まで通り頑張ってくれ。何か起きやがれ。はい、奥別駐在所。はい、奥別駐在所。脇田さん、ゲストハウスの豊川だけど、ねえすぐ来てよ。何があったんですか？庭の端っこに犬の死体があってさ、腐ってんだわ。ああ、犬の死体ですか。そうなの、大きくてさ、臭くてたまんないのよね。お客さんからも苦情来るし困ってんのよ。でもそれは。警察ってそういうのやってくんないの？いや、やってもいいですが。じゃあもういいわ。浅野さん、お久しぶりです。今日はどうしたんですか？やんかいなんだよ。通り道だからさ。いやー、相変わらず静かでいいところだな。冗談じゃないっすよ。事件なんて何も起きないんですよ。そりゃ困ったな。刑事課、そろそろ空き出ないですか？焦るなよ。だってこんなところにもう2年近くになるんですよ。忘れられてんじゃないですか？大丈夫だ。そういや、ついさっき泉に会ったよ。また一緒に釣りだって？一応地元の有力者ですからね。いい心がけだ。泉んとこ東京からもう一家族来るらしいな。今朝方先に来てる子供たちだけで散歩してたってよ。ちゃんとチェックしてるか？あいつもいるしな。ロリコンって噂だべ。気をつけた方がいい。そうですね。石山瑠璃子7歳、竜兵4歳ですね。はい、念のためですから。森脇由香5歳、リサ2歳ですね。はい、じゃあ釣り楽しみにしてますから。リサちゃん大丈夫？リサ待って頑張ってはいはい、眠い。はいはいはい、眠いよ本当に。どこにあるの？あっち？ああ、走るな。よいしょ。それ。
大丈夫か？よし。はいはい。ごめんな。ちょっと待っててな。待ってらんない。待ってらんない。待ってくれよ。待ってらんない。待ってくださいよ。ねえ。はい、泉ですが。あれ、あんた水島さん？そうですけど、どちら様ですか？脇田ですけど、ちょっと釣りのことで。ああ、どうも。社長ですね。そう。あんたこんな時間にそこで何してんの？朝飯食わせてもらったんだよ。社長は今客が来てる。客？そう。じゃあ明日の釣りのことだからってそれだけ言っといて。分かった。アリバイあるじゃねえか。女の子が山の中なんて入りませんよ。それに車の音も話し声も聞かなかったんですよ。奥さん、次期応援も来ますので安心してください。何ですか？あんたここは今日初めて来たの？そうですが。やっぱり閉まってる別荘を回ってみた方がいいと思うんだけどね。俺は捜索隊を手際よく指揮し上の信頼を得た。内海という刑事と会った。お前何つけてんだよ。自分ここの駐在の脇田と言います。自分刑事になりたいんですけど。いいチャンスじゃねえか。はい。
寂しいとこですね。これから冬だろ。辛いぞ。でしょうね。自分も早く脇田さんみたいに活躍して刑事になりたいっすよ。待ってるだけじゃダメだぜ。はい。じゃあ頑張って。あ、脇田さん、これなんすか？黒い点々。なんでもないよ。そんなはずはない。どうしたの？何がそんなはずないの？何が見えたの？ごめんな。どうして？死んじゃった。死んじゃったよ。どうしよう。仕方ねえび。これで楽になったんだよ。かすみ、お医者さん連絡しなきゃ。9時20分。お医者はあの人に連絡してもらおう。あんた内海さんの奥さんに電話してよ。うん。この人なんで泣いてたんだろう。死ぬ時はみんな泣くみたいだよ。早く知らせといて。まさかこっちからお葬式出すつもりじゃねえでしょ。優劣を競い合っているんです。盛大に水しぶきを上げながら喧嘩を繰り返すオスたち。内海さん、どうした？今どこかストレス解消をしているようではない。一段落するとみんな穏やかに眠りに落ちてゆきました。はい、森脇です。先ほど内海さん亡くなりました。そうですか。それはどうもお世話様でした。明日遺体を迎えに伺います。お葬式はこちらでします。まだ席入ってるし、そんな縁もゆかりもないところじゃ内海もかわいそうだし。こちらの住所ですが、留萌です。ええ、留萌郡吉来村元住吉5-2小浜というお店です。ええ、はい。それでは。
子供たち。捨ててもいい。お母さんおはよもうちょっと寝かせて。俺起きる。う。俺も起きる。俺も起きる。俺も起きる。ゆか、ゆか、お父さん起きるよ。お父さんも起きる。早く。着替えよう。着替えるぞ。はい、リサも着替え。はい。お母さん眠いの？ごめんね、もう起きるからね。柔らかい。ゆか、お散歩行くんだろ。お散歩行くんだろ。いってらっしゃい。でしょ。でしょ。さあ。どこ行く？どこ行く？片足。よしよし。行くぞ。今日だぞ。鬼ごっこする？何して遊ぶ？鬼ごっこか。鬼ごっこは嫌だな。よいしょ。あそこに川があるんだよ。あ、そう。寒そうだね。うん。え？何？おしっこ？我慢できない？戻ろう。ごめん。やだ。ダメ戻んないと。やだ。急げ。もういいよ、お家でトランプやろう。僕ゲームがいい。ゆかが私を捨てたんだ。
まだ探すのかい。ゆかはもう死んでる。どこかで分かってたのよ。私もいつか内海さんみたいに消えちゃうんだ。今はそこにいるだろう。そうね。